皆さんこんにちは、こうやみです。今回はセリアさんのシリコンモールドシェイカー動物のクマさんを使ってクマのプーさんのシェイカーを作っていこうと思います。それでは始まります。こちらを使ってクマのプーさんを作っていきます。まずは使用方法を読んでいきます。使用方法1、モールドの溝にカラーレジン液やパーツなどの素材を入れ硬化させて枠を作ります。2、硬化した1の上に透明なレジン液をモールド上部まで流し込んで硬化させ底面部を作ります。3、完全に硬化したらモールドから取り出し中にビーズなどの封入したいパーツを入れます。4、枠の縁に透明なレジン液を塗りモールドに合わせてカットした透明フィルムまたは薄いプラ板などを貼り硬化します。5、お好みでオイルなどの液体を入れることもできます。注入口からスポイトで注入してください。封入物をすべて入れたら注入口をレジンでしっかりと硬化して封入物が出ないことを確認してください。6、最後に透明レジンやコーティング剤で全体をコーティングすると綺麗に仕上がります。お好みでキーホルダーパーツなどを取り付けて完成です。注意1、UV レジンを使用する場合は数回に分けて硬化してください。1回だと硬化不良の原因となります。また完全に冷ましてから取り出してください。やけどの恐れがあります。注意2、二液性のレジンを使用する場合は完全に硬化する前にモールドから取り出してください。完全に硬化するとモールドから外しにくくなります。注意3、使用後はモールドを中性洗剤などで洗い乾燥させます。すごい詳しく使用方法書いてあるねただね、一つ注意点がありまして、このね、使用方法の4にカットした透明フィルムまたは薄いプラ板などを貼りと記載がありますが、シェイカーを作るときにプラ板の使用はおすすめしません。なぜプラ板の使用がおすすめできないのかというと、プラ板はね、熱を感じると縮んでくる素材です。レジンは硬化するときに熱が発生します。この熱にプラ板が反応して縮んでくることがあります。そのためプラ板の使用はおすすめできません。完成後のサイズ、横が 43mm、縦が 39mm、厚みは 7mm になります。厚み 7mm と記載がありますが、モールドからね、レジンを外した状態は 7mm かもしれませんが、その後ね、フィルムを重ねたりレジン液を重ねるので絶対に 7mm 以上になると思います。そうしましたらこちら開封していきます。開封することができましたら、まずは朝食からしていきます。こちら前にね、ちょっと余ったレジン液があるので、こちらを再利用していこうと思います。この余ったレジン液に透明のレジン液を足して、こちらの宝石の雫イエローで着色していきます。しっかりと混ぜ合わせることができましたら、まずはシリコンモールドに透明のレジン液を流し入れます。気泡を処理してレジンライトで固めていきます。固めることができましたら、透明のレジン液を追加して、先ほどはね、溝にだけレジン液を流し入れたのですが、今度は全面に透明のレジン液を流し入れました。そうしましたらレジン液を伸ばし広げて、よいしょ、気泡を処理して、じゃじゃーん、こちらのプーさんのお顔シートを封入していきます。ちなみにね、このプーさんのお顔はレジンフィルムにジェルネイルでお絵描きしたものになります。
ドーンと封入していきます。気泡入ったね。なるべくね、気泡が入らないように注意して、プーさんのお顔フィルムを乗せることができたら、フィルムをしっかりとレジンの中に埋め込みます。プーさんのお顔をいい位置に調整してあげてから、どの辺がいいかな？上がいいかな？下がいいかな？これ置く位置で結構印象変わりそうだね。こんな感じにしようかな。そうしましたら、レジンライトで固めてきます。固めることができたら、この上にさ、このね、調色したレジン液を流し入れようと思っていたのですが、もう結構、モールドいっぱいまでレジン液入っちゃっているので、ちょっと作戦を変えます。じゃーん！こちらね、ダイソーの商品なのですが、カメレオンネイルパウダー。こちらを塗っていこうと思います。こちらね、紫外線の光によって色が変わるパウダーです。なんとチップ付き。地味に嬉しいね。そしたら、こちらを塗りつけていきます。内蓋がついていました。この内蓋についているパウダーもったいないので、この内蓋についているパウダーから使っていきます。ちなみにね、私ね、こういうケースについている内蓋はすぐに捨ててしまう派です。皆さんはこの内蓋までちゃんと取っておきますか？どっちがいいんだろうね。はじめはね、内蓋もね、ちゃんと使っていたのですが、毎回ね、この内蓋外すのがちょっと手間になって、試しにね、内蓋ね、外して保存してみたら、特に困ったことはなかったかな。パウダーを塗ることができたら、このね、パウダーが剥がれてしまわないように、透明のレジン液を重ねます。なんかさ、すりガラスみたいになったね。パウダーを重ねたら。なるべくね、薄くレジン液を伸ばし広げます。固めてきます。固めることができたのですが、あれ色変わんないね。なんでだろう。なぜ変わらないのあなた。どうしてだろうね。なんかさ、この辺だけね、ちょろっと色が変わるのですが、あとがなぜか変わらない。どうしよう。パウダーの量が少ないのかな？しょうがないので、カラーレジン液をもっと濃く着色して、なるべくね、薄くこの上に重ねていきます。濃く着色したカラーレジン液を流し入れます。パウダーの量が足りなかったから色が変わんなかったのかな？それとも UV LED ライトだと色が変わんないのかな？ちょっとさ、これそのままライトの中に入れてみようか。ちょっと入れてきますね。見て、ライトに入れたらすごい色変わったんだけど。なんでこのレジンに塗ったのは色が変わってくれないの？もうちょっと濃く着色してもよかったかな。このさ、透け感をなくしたかったんだよね。いっか。固めてきます。固めることができたら、諦めずにもう一回パウダー塗っていこうかな。多分さ、パウダーの量が少なかったんだよね、さっき。きっとそう。余分なパウダーを払い落としてきました。この辺の点々点ってついているのは、先ほどね、調色してからすぐにね、レジン液を流して固めたので、気泡がね、結構あったみたいで、その気泡が弾けた後に粉が入り込みました。そしたらね、透明のレジン液重ねようか。全面に伸ばし広げます。なんかさ、失敗するときってさ、連続で失敗するよね。やっぱ焦ってるのかな、どこかで。
プツプツが目立たないようにラメを入れていきます。目立たなくなったね。ラメ様々ですそうしましたら、こちら固めていきます。固めることができたら、高加熱が冷めてからモールドからレジンを取り外します。よっこいしょっと。あら、プーさんこんにちはかわいいねあら、こんにちは。そしたらね、ここの穴を透明のレジン液で塞ぎます。固めていきます。そうしましたら、ベタつきがないことを確認してから、このまま 2,3 日放置します。数日放置することができました。そうしましたら、こちらの中に、こちらの8酸を封入していきます。この8酸は、こちらね、セリアさんで販売している空枠なのですが、このね、蜂の巣に乗っかっているクマちゃんの下にくっついていた蜂を使いました。このね、プーさんに何を入れようかなとすごい悩んで、プーさんといえば蜂だよねと思って、こちらのプーさんを数日休ませている間に、セリアで蜂酸を調達してきました。いやー、ちょうどいい大きさの蜂酸があってよかった。そうしましたら、こちらね、レジンで作ったフィルムなのですが、こちらを上にかぶせていきます。このね、レジンで作るフィルムの作り方は、こちらのね、動画で解説しておりまして、もうね、めちゃくちゃ便利な方法なので、ぜひ真似してください。まず、フィルムを乗せて、そしてから、レジン液を上に重ねます。固めていきます。今ね、ここの右耳がくっついた状態になるのですが、こうやってね、ちょこっとずつフィルムとレジンを密着させていきます。一気にね、全面にレジン液を流し込むと失敗しやすい気がします。この辺のね、フィルムのくっつけ方は、やりやすいやり方でやるのがよろしいんじゃないかな固めていきます。ぐるっと一周囲うことができました。そしたらね、全面に透明のレジン液を流して表面を均一にします。固めていきます。固めることができたら、こちらひっくり返して裏面に蜂蜜のハニーというアルファベットを載せていきます。まず透明のレジン液を流して全面に伸ばし広げまして、でレジン液を伸ばし広げてからアルファベットを並べていきます。そしたらね、このシールの上にもレジン液を重ねて固めていきます。じゃあめっちゃハニーが透けちゃってる固めることができたら完成になります。見て、すごいね、蜂さんがね、瞬間移動するのいい、楽しい。今回はセリアのシリコンモールドシェイカー動物を使ってプーさんを作ってきました。こちらのシェイカー動物、発売直後はかなり売り切れが続いていたのですが、今ね、かなりね、再入荷されているので、良ければセリアに行った際にチェックしてみてください。